目が大きくてギョロッとしてて、これはな、昔はなかなかうるさい総長さんだったんだろうなと思いました。そして、いつか寂しかった時に、その総長さんに、おじさん、つっても、追い分けお上手なんだ。一つ聞かせてください。私が言いましたら、じゃあ、なんて言うんで、追い分けをなかなか上手に歌ってくれました。スイスイなんて言うんですね。それを印象深く覚えています。追い分けの好きな人はやっぱり同じ現代の人だったかもしれません。その人たちのも一緒に聞きました。まあしかし長いことラゲルにおりますと、だんだんその総長さんが、痩せてしまいまして、随分苦労したんですね。いつの間にか見えなくなりました。だから病院に行くなりしたんでしょうけれども、この方はどうなったか今でもその不審判の時のことで、覚えております。さて、人間は食べなければ死んでしまいますので、食料はどうなんかなと思いましたら、昔、料理の経験のある者は出ろっていうふうな、そんなふうな伝令が回りまして、何人か、私は食堂の主人でしたなんていう人、私は料理人だったなんて人は出まして、たちまち、編成されたようです。そして、しばらく経って、旧軍隊と同じように召し上げというふうな話だったんで、私たちの班も何人か、一人かな、出かけて何人かで、一緒に行ってきたようです。で、見ますと、なんと、トウモロコシの、粉を団子にして、それを焼いたものが2つずつ、我々には当たりました。でもないよりはいいんだと思って、食べましたが、なかなか香ばしくて、第一日の夜はそれで過ごしましたけれども、結構、それでも我慢して食べました。以後ずっと食料については、いつも足りませんので、何を食べてもうまかったのであります。そして、一番楽しみだった食べ物で、楽しみだったことは、正月になりましたら、ぼたもちが2つついてきました。これにはびっくりして、うわー、よくぼたもちに作ってくれたな、どうやって砂糖があったんかななんて言って、みんなで話し合ったんですよ。まあ、そのお団子の他に出たもので、印象に深かったのは、いや、印象じゃなくてやむを得ず食べたのは、塩爆を日本の米と同じように煮たものがあります。これは半後の二等がありますので、それにしゃもじがありますから、割と均一に、分配できましたので、あまり不平ありませんでした。で、しばらく経ちますと、今度は直径30センチぐらいの、黒パンが配給されるようになりました。黒パンは、現地人も食べておりますし、食料としては塩爆よりは
ずっといいものです。塩爆は、なんか、向こうの人の話だと、牛の真似しました。カロアって言うんですけど、牛が食べるもんだなんて言われたもんです。しかし日本人は米と同じように炊いたものも、それは美味しかったに違いありません。その黒パンのことですけれども、黒パンは直径30センチもありますので、どうやってその分配するかというのが公平にですね、目方を同じに分配するかっていうのは非常に問題になりました。それで、僕の元の隊長が棒ばかりを作りました。板で台を作りまして、それを糸に吊るし、松の木のスッとしたような木にそれをくくりつけまして、重りはその辺から拾ってきた鉄のおわっぱみたいなもの、それに糸をつけて、それからそれがぐるぐるっとこう動くようになりまして、そこにメモリがつけてあって、およそどれが、目方はわかりませんけれども、同じところでやれば同じようにこう目方が取れるわけです。それをやりまして、その班の配給係がこうパンを切るんですね。みんな固唾飲んで見てるんですけども、初めのうちはなかなかその計りに乗せましてもうまく時間がかかってうまくこう揃えることはできなかったんですけれども、しかし慣れというのは恐ろしいもんで、その計りがなくても、その班のパンを切る名人がおりますと、スッスッと切りまして、ほとんど目方に関係なく速やかにこの切ることができました。それで、とうとうその計りはみんなよく使いましたけれども、時間が切るのに時間がかかったりいろいろして、その計りも捨てられて、計りの棒に使った木がだんだんこう枯れてきて、寂しいような格好になったのを覚えております。それから塩爆を煮たもの、炊いたものは、炊くということはやはり米炊くと同じように難しいんですね。焦げができちゃうんですね。その焦げをどうやって分配するか。焦げはソ連のその例の夫人に言わせますと毒だと言うんです。それで捨てちゃえと言われまして、目の前で捨てられたりして、日本人にとっては食糧難の日本人にとってはとても残念だったんですけど、それをしまいにだんだん要領よく取っとくようになりまして、それをまた上手にもらってくる水野という総長がいました。で、その総長のことを我々は焦げ総長なんて言って、まあ、お焦げを持ってくるのはとても上手なんですけど、人事をやったり、それから市駅の人数を集めたりなんかするのは、やはり手でなかったと見えて、我々はその人のことを相変わらず焦げ総長と、こういうふうに他の意味もありまして、今のような意味がありまして、ずっと焦げ総長という名前を通しました。それから、ソ連でも非常に食料に困ったと見えます。それで我々の食料がいよいよ少なくなった時には1週間続いて、大豆ばかりを朝昼晩、食べさせられました。
はじめは、煮たり、それから焼いたり、いろいろしましたけれども、そんなに料理の種類があるはずありません。粉にもしましたし、とうとう、全員、収容所の全員、ほとんど全員だろうと思います。もう腹を下しちゃいまして、いくつも仮設の便所を作りました。とても一つや二つで足りませんので。こちらでもいい、こちらのに言ってまして、僕も同じように、やりました。こうして足が上がらなくなりまして、こんなことでは働けないと、こういうふうに申し込んだんです。そうしましたら、なんとかするんだというふうなことがありまして、食料を日本のやはり同じような捕虜なんですけども、それがトラックに積んで、ニシンだとか少量の塩爆を持ってきてくれました。それでようやっと足の上がりがですね、まあなんとか持つようになって、材木の積み下ろしの作業にも行けるようになりましたが、食料についてはそれが一番辛かったです。それからニシンが出るようになりましたので、いつ頃のニシンかなと思って私は気をつけておりましたら、カマスの中から出てきたものが、終戦が20年なのに昭和7年だとか13年だとか、そんなふうな日本カラフトあたりから持ってきたカマスの中に入ったニシンが渡りました。それでもそのニシンを湯がいて食べますと結構我々の栄養になったと見えて、元気がつきました。それでそのニシンについての一つのお話なんですけれども、我々が材木の積み下ろしに行きますときにちょっと休憩するような場所がありまして、そこの倉庫にはやはりその古いニシンがありました。そのニシンを引っ張り出して、食べた人がいます。それが中毒しまして、僕らの目の前で、転がり回って、痛がりました。まあ兵隊どうなったかわかりませんけども、後からいくら、食べたくてもその古いニシンを生のままで食べるのは、本当にいけないことなんだというような、なんて言いますか、布告と言いますか、命令がですね、まだ命令がその頃は通りましたので、命令が出ました。そんなことが印象に残っていることです。それから民間人はどうなのかと言いますと、民間人も我々と同じようにじゃがいもを5つ6つ一畑に食べてるのを見て、こういう人たちも食えねえのかないのかと思いました。その人たちもあなたたちと同じなんですよ。むしろ、私たちの方が食べてないんですと、こんなふうなことを言われました。また僕が働きに行った時に、親子で働いて小さな3つか4つの女の子がいましたけども、その子が可愛かったんで、僕は船を作ったり狐を作ったり、
時計とか飛行機とかそんなようなものを作って、その子に与えてくれてやりましたら、とても喜んで、何も何しろおもちゃがないもんですから、僕らはそういうようなことをやれば喜ぶわけです。そしてその母親が、感謝しまして、私にその感謝の印として、何をくれたと思います？じゃがいも2つですね、くれました。私は本当にもう感謝